2025年3月13日、藤井風真っ白の EP がリリースされました。この曲はコカ・コーラの天然水飲料イロハスの CM ソングとして今年の2月17日に初公開され、配信シングルとして2月28日にリリースされていました。そして3月13日にリリースされた EP ではこの曲のボーカル部分だけを収録したアカペラバージョン、逆にボーカルを抜いたインストバージョンが公開され、そのサウンドがかなり想定外だったため、この動画ではそのあたり全力でお伝えしたいと思います。この動画でお伝えするポイントを4つにまとめました。1、藤井風史上最無欲。2、重厚すぎるコーラス。3、フェードアウトの意味。4、世界デビューへの布石。では順に解説していきましょう。この曲でまず最初に驚いたのがそのあまりに淡白なコード進行です。この曲のコード進行は J-POP が長年にわたって蓄積してきたコード進行のエモい要素が全て排除されています。売れる曲にしたいとか、聴くものを感動させたいという欲がこの曲からは一切感じられません。最無欲という言葉はそういう意味です。J-POP の常識に照らせばありえないほど淡白な、まさに真っ白なコード進行。具体的に見ていきましょう。サビのコード進行はこの図のようになります。キーは F メジャー。冒頭の2小節がトニックのメジャーナインス。次の2小節が2マイナーナインス。後半は3625。スタンダードジャズなどでおなじみの進行です。この進行を2回繰り返すだけ。特にサビのつかみとなる最初の4小節がトニックと2マイナーだけというのは J-POP の長い歴史を見渡しても極めて異例です。この淡白さを補うためコードのトップノートが移動してクリシェを形成していてカウンターメロディーのような役割を果たしています。真っ白な心にこのトニックから2マイナーという進行、プラスクリシェという組み合わせ、J-POP ではほぼ見られませんが、実は1950年から70年代の古きアメリカンポップスでは結構使われていました。L is for the way you look at me. Oh.このトニックから2マイナーというコード進行とクリシェの組み合わせ。先ほど J-POP ではほぼ見られないと言いましたが、日本のヒット曲で僕が知る限り唯一の例が1981年にリリースされた大滝栄一のヒット曲、君は天然色です。その A メロがこんな感じです。この君は天然色という曲、過去多くのテレビ CM に使用されているんですが、なぜか飲み物の CM に使われることがとても多い曲なんです。ここが生茶カントリー。カロリー最小級。朝日チューハイスラット。というわけで、うまいこと美味しい。サントリー金麦のオフ。そして今ご覧いただいた通り、いずれもサビではなく真っ白と共通点の多い A メロを使っているんですね。キリン、サントリー、アサヒという日本を代表する飲料メーカーがこぞって君は天然色という同じ曲のしかもサビではなく A メロを使用している。おそらく飲料メーカーが求めるイメージにぴったりのサウンドなのでしょう。非常に興味深い現象です。そして今回の真っ白も飲料水の CM。これはあくまで妄想ですが、もしかすると藤井風は今回の CM のオファーを受けた際、曲のイメージのサンプルとして具体的にこの曲の名前をクライアントから聞いていたのかもしれません。もしくは藤井風自身がリサーチした結果この曲にたどり着いた可能性もあります。いずれにしても君は天然色と真っ白には他の J-POP には見られない興味深い共通点があるわけです。
真っ白は藤井風が初めてセルフプロデュースに挑戦した曲でもあります。とはいえ、バンドレコーディングであること、この曲のシンプルなコンセプトなどを考慮すると、サウンドプロデュースに何か個性を発揮できる場面はそれほどないと思ってました。しかし実際にサウンドを聞いてみると、かなり驚いたポイントがいくつかありました。そんな中でもひときわ驚いたのが、その重厚なコーラスワークです。声がいくつ重なっているか耳で確認しようとしましたが、到底人間が聞き分けられるレベルではありませんでした。なので、メロダインというソフトウェアを使って解析してみました。一番やばいのはサビのこの部分ですね。真実を人間の声というのは様々な周波数が混在していて、解析がとても難しいので、メロダインでも限界があります。それも考慮するとおそらく5つの声が重ねられています。ハモリは4声で下から G、A、C、E、さらに主旋律がダブリングされていると思われます。さらに上にも声が検出されてますが、ハモリのないこの部分でも同じ成分が検出されていることから、これについては誤検出と判断しました。いずれにしてもこのコーラスはなかなか他で聴けるサウンドではありません。この重厚さの理由は音の密集にあります。このソからミ、わずか6度の音程の中に5つの声が収まっている。特に藤井風の声は低域成分も豊かで、もともと迫力のある声です。それが狭い音域に密集して他にはない重厚さにつながってます。おそらくこのサウンドはシンプルに藤井風のコーラスに対する個人的な思い入れ、こだわりの強さによるものだと思います。ヤッフルに限らず、リズメでサウンドメイクするタイプのプロデューサーは作らないサウンドです。藤井風によるこの感覚、直感を重視した大胆なディレクションは正直想定外でした。今後藤井風がどんなサウンドを生み出していくのか、その予測も難しくなったと思います。次のサードアルバムがますます楽しみになってきました。真っ白のエンディング、現代では珍しいフェードアウトが採用されています。フェードアウトの歴史は古く、海外では1950年代からすでにエンディングの主流でした。おそらくフェードアウトのピークは1980年代だと思われます。ヒット曲の実に8割以上のエンディングがフェードアウトでした。象徴的なのはアフリカ飢餓撲滅のチャリティーソングでビッグスター45名が参加した1985年の大ヒット曲 We Are the World です。海外では1990年代になると徐々にフェードアウトは減っていき、2000年代に入ってほぼ絶滅したと言われています。日本では海外ほど多くはなかったものの、1980年から90年代にはヒットチャート上の約4割の曲がフェードアウトでした。日本でも現状フェードアウトはほぼ絶滅したと言えます。2025年4月7日付の Spotify 日本チャートトップ50曲のうちエンディングがフェードアウトだったのは真っ白ただ1曲だけでした。真っ白っていう曲がちょっといつの時代かわからんような曲なんで、いつの時代の曲かわからない、そんなノスタルジーの象徴としてフェードアウトが採用されたのは容易に想像できます。意外なことに藤井風楽曲でフェードアウトが採用されたのは真っ白が初めてではありませんでした。第2弾シングルもうええわもフェードアウトが採用されています。今回真っ白のレコーディングでベースを担当した小林直樹。実はシンセベースの音を加えて低音域を補強しています。誰のアイディアかは定かではありませんが、最終決定は藤井風が下したはずです。バンドレコーディングにもかかわらず、あえて低域を補強した判断は素晴らしいと思いました。今の世界基準のサウンドでは低音が本当に重要です。もう世界デビューの準備は万端だと感じました。
今年の夏、藤井風はモントルージャズフェスティバルをはじめ、ヨーロッパやアメリカで行われる複数の音楽フェスに出演がすでに決まっており、さらに欧州、北米ツアーも行われるようです。この動きは明らかにアルバムリリースを前提にした動きですので、6月中にニューアルバムが出る可能性は極めて高いと思います。真っ白は CM タイアップ曲なので、クライアントの望む楽曲イメージが最優先だったのは間違いないですが、結果的に見れば、この J-POP っぽさを完全排除したサウンドは、次のアルバムにもフィットしやすい曲に仕上がっていると言えます。とはいえ、真っ白が次のアルバムに含まれるかは現状何とも言えません。現在海外で主流となっているデラックス版のリリースがもしあるとするならば、次のリリースには含まれず、デラックス版に含まれるという可能性もあります。いずれにしても、サードアルバム、そろそろアナウンスが出ると思われます。今から本当に楽しみです。こういった音楽の様々なトピックについて、音楽コミュニティ極みでは、月4回のライブ配信の中でいろんな曲を実際にかけながら語っています。このチャンネルのメンバーシップに登録いただければ誰でも参加できますので、皆様のご参加をお待ちしています。音国堂でした。